原子と原子核の大きさ。この世の物質は分子からできています。分子は原子からできていて、原子は電子と原子核からできています。原子核を、例えば野球のボールくらいの大きさだと考えると、電子は原子核からだいたいどのくらい離れているでしょうか。A、30センチくらい。B、もっと長いんじゃない？ 100 メートルくらい。C、いやもっと言ったれ、5キロくらい。どれかな？野球のボールって直径が7センチくらいでしょ？原子ってよくこんな絵を描くから、電子があるのはボール1個分くらい遠いとこかな？シンキングタイム、スタート。3、2、1、終了。正解は C、5キロくらいでした。5キロ？5キロ？ 5 キロって新宿から東京あたりくらいかな。めっちゃ遠いじゃん。ちなみによく見るこんな感じの原子の絵はわかりやすくするためのイメージで、実際の原子では電子は原子核の周りに存在確率として広がっていて、粒子として原子核の周りを周回しているわけではないので注意してください。じゃあどうやって原子の大きさを決めるの？原子の大きさ、半径といっても原子に境界があるわけではないので、原子と原子がお互いに力を及ぼし合う、相互作用する距離などから大きさを決めています。そうすると、大体原子の半径は10のマイナス10乗メートル程度、原子核の半径は大体10のマイナス15乗メートル程度で、その比は約10万倍です。なので野球ボールの半径を約 3.5 センチとすると、それを10万倍して約 3.5km になります。なのでざっくり 5km くらい離れてることになります。なるほど。あれでもちょっと待って。ってことは、原子って実はスカスカなの？スカスカです。でも物質って原子からできてるんだよね。スカスカな原子からできてるのに、なんで手が壁を通り抜けたりしないんですか？空間の粒子の分布だけを見るとスカスカだから、なんとなくすり抜けそう。そこまでいかなくても、多少はめり込んだりしそう。でも電子は電荷を持っています。電荷と電荷に働く力、電気の力は空間を隔てても伝わるので、手の中の電子と机の中の電子が近づくとお互いに押し返す力が働きます。これによって原子同士は簡単には重なりません。なので、触るのは原子同士が直接ぶつかっているわけではなく、電子同士の電気的な反発を触ったと感じているんだそうです。へえ、触るのも電磁気の相互作用だったんだね。という、毎日が科学、また猫クイズでした。次も見てね。